どうも最強無敵の復讐者ちゃんです。早速深き夜、出撃していきましょう。標的はまた暗霊者たち。異物もいつも通り耐久&重装型。おっといつの間にか復讐者3人になってるわね。また重装祭り開催？そういやキャラ選択画面でも異物効果を見れることに最近ようやく気づいたわ。お、大空洞じゃない。随分久しぶりね。アップデ前は本当に3回に1回のレベルで大空洞が発生してたけどアップデ後は逆に全く見なくなってたのよね。最初のルートを思い出すのに必死で味方の異物チェックできなかったわ。まあ後で見ましょう。おっとやっぱり重装、しかもこれは特化レベルがいるわね。これは楽な戦いになりそうだわ。波のように押し寄せる獣の爪。これには回電傭兵もなすすべなし。南西スタートの場合はすぐ東に境界があればそっち。ない場合は西の遺跡ね。西の遺跡ではまずさらに西の下層を見下ろして結晶を確認。今回はありだったわね。そして遺跡でまずやるのはここの3つの遺体ドロップポイントあさり。ここはかなりの高確率でレジェンド武器やタリスマン、成功のかけらが出るからあさらない手はないわ。でも今回は復讐者的には外れね。その次は潜在宝箱を確認。場所の候補位置はここだったかな？いやここだったかも、ちょっと忘れたけどとにかくこの付近ね。候補2がこの階段の下。お、今回はここね。鉄宝箱が3つあれば当たり、2つだけなら外れよ。モーグウィンの清掃はありだけどここは砲塔の盾にしましょう。私は耐久型だしね。この後のルートは悩ましいところね。普通の流れなら遺跡攻略なんだけど、個人的には霊陽で北東まで飛んで行動に行くのがおすすめ。大空洞だと行動はこのタイミングでしか行きにくいのよね。1回目の収縮で飲み込まれることも多いし。今回は全員重装で味方は獣特化だと思うから悪くないと思うけど、このピン刺しの意図が伝わるかは未知数。というか多分伝わってない。西の結晶を破壊するのに私がこっち側に来ちゃったのもあるしね。私が最速行動をおすすめする理由の一つとして大空洞は敵の密度が高いというのがあるわ。普段のリムベルドだと雨の収縮次第で2日目夕方とかに分かれるボスがもういない、なんてことが起こりうるけど。大空洞だとそういうことはまあないわよね。地下砦と神殿、そして両者をワープで移動できるのが大きいわ。ボスからボスへの移動時間が短くて済むから普段よりもボスの処理速度の重要性が大きいのよね。だからこそ低火力の状態で近くの拠点から順次攻略していくよりもさっさと短石にで強化した状態でボスをなぎ倒していきたいのよ。あと早期に霊陽で移動することで多くの結晶の位置を確認できるのも大きい。とまあ最速行動のメリットをつらつら語ったけど味方が向こうで戦ってるからさすがにそっち行くしかないわ。夜騎兵か、だったらまあ倒せるのは倒せるか。さてこの位置ならまず味方は境界行くでしょう。その後私についてきてくれれば。あ。どうしよう、このまま一人で行動行くか。いやさすがに単独行動はなしね。ぐるっと結晶確認だけ済ませて合流しましょう。1日目の最初からマップ中央部に行くのはあまり良くないのよね。マップ中央部は1回目の収縮で確実に円内に入るからそこから狩り始めると1日目後半に近くに倒すボスがいなくなることがあるわ。今回の場合は行動行かないなら地の遺跡に戻ってそこのボスから攻略し始めるのが良かったわね。一応上血の結晶雫も拾えるし。とりあえず味方に合流して重装をプラス1に強化。ショップで HP 最大時カットアップ売ってたのは良好。聖杯回収しつつ北東境界横の老獅子に快適。老獅子倒した後は、運が消したのボスぐらいしかないか。お、アジン城。それなら余裕ね。さて本格的に行く場所がなくなってきたわ。危惧してた状態ね。やることもないしとりあえず音響取るか。あ、でもここまだ倒してなかったから音響ジャンプで行きましょう。そこ味方が結晶壊してるのにスルーしてたから恐るべき強敵なんだと思ってたわ。接ぎ木の貴公子を即殺。HP プラス 10% 美味しいですもぐもぐ。で、本当に行く場所がなくなってしまったわね。収縮は東側。音響ジャンプで地下砦に飛んで入り口の木吹き倒す？行けるか微妙だけどそれぐらいしか行くところないわね。まあ円が近いし上から飛び降りるだけだから撤退も簡単ね。あやべ、
いつもの方向に飛んじゃった。こっちじゃないんだってば。うわ、行きたかったところと全然違う。大々ロスよ。最悪なんですけど。もう収縮来ちゃった。ちゃんと飛んでれば絶対間に合ったのに。ぐぬぬぬぬぬ。怒りの撤退。ジャーンプ。汗人なら死んでる？私は夜あたり、足腰の鍛え方が違うのよ。暇だからようやく味方の異物チェック。なかなかの異物をお持ちで。完全獣特化ね。そしてこちらも、特化ではないけど汎用的な火力重視の構成。全員侵入者バフを持ってるのに腐っちゃったのが残念ね。今回ここの大教会が最域なんだけど2日目にここに行くってのは、さすがにないか。大教会だからやっぱり侵入者も1人だけよね。実は攻略したことないから知らないんだけど。前座は人映え。ボスは受験士心中の戦士ね。やばっ生えたかり。なんかに引っかかってる。足。迅速な救助ありがとう。今の何？たまにある透明のボス判定が先に出てるやつとも違うわよね、位置的に。よーく見てみたら手前に味方の従える資料の人映えがいるわね。それに引っかかってたのかな。霊体の透明度が上がっていいことばかりだと思ってたけどこんなデメリットがあったとはね。いつも通りボスどっちかを引き受けたいけど何も言えない。というか3人分のファミリーがいるから別に打撃受ける必要なんてなかったわね。重装連打が正解だわ。処理完了。復讐者3人だとこういうゴリ押しもできるのね。いいじゃない。2日目は、まあ安定のルートで行きましょうか。味方も特に行きたい場所はないみたいだし。今回は私が先導することになったから私流、腐敗の東地下砦のおすすめルートを紹介するわ。まあ別に一般的なルートだけどね。まずは横穴から入ってタリスマンの箱。次は右曲がって潜在ボス。受験視界にも加湿地ね。倒したらそのまままっすぐ。階段下には降りずに証人のところへ。周りの雑魚を倒してから寄付騎士2体に挑みましょう。下降りてカバを先に倒す人もいるけどこっちのがおすすめかな。腐敗とシャボは高確率でバックステップ。ローリング 1.5 回分の距離を保つことで後輪を打たせずに鎌攻撃を誘発からのバックスタグ。検証の成果が生きてるわね。まあファミリーにタゲ取らせてゴリ押しでも十分いけたと思うけどね。さまよう祝福ゲット。横の宝箱を漁ってから水場に降りましょう。先に寄付騎士たちを倒すと祝福での回復を挟めるのが大きい。息切れの心配がなくなるわ。カバを倒したら北を向いて右手の水路に入りましょう。入ってすぐの十字路を左へ。また潜在持ちの手だ。やめろ雑魚。こちら、本日の両手持ち切り替えミスになります。狂い火は、取っておいてもよかったかも。寄付騎士にも真珠獅子舞にもストラゲスにもよく効くからね。倒した後は一旦来た道を戻りましょう。2体のボス戦でそろそろ FP も切れる頃合いだしね。寄付騎士たちの祝福を触って回復&レベルアップ。その後は南西の階段を登りましょう。2体の雑魚寄付騎士がいるけどこいつらは無視して右へ。目の前の瓦礫を登っていけば潜在持ちの赤目寄付騎士がいるわ。こっち側からだと奥の部屋の雑魚を無視できるから戦いやすい。倒したら登ってきたところから降りればすぐ前にまた潜在持ちの赤目寄付騎士がいるわ。こっちは槍バージョン。周りに雑魚がいるからそっちから処理しましょう。撃破後は周りの宝箱を漁る。鉄宝箱はたまにレジェンドも出るから漁らない手はないわ。収縮は逆側ね。次は中央連絡通路上の潜在持ち寄付騎士を倒しましょう。ここまでは収縮方向に関わらずに固定でいけるわ。何やら画面がうるさいことになってるけどとりあえず撃破。ここまで倒したらワープで西へ飛びましょう。ワープ先すぐに祝福あるから回復も不要。そしてここからは意見の分かれるところね。目の前の神殿に直行するか西の地下砦を攻略するか。私は神殿の1階をチラ見してから考えることにしてるわ。
特殊効果が当たりだったら言うまでもないけどそうでなくても1回のボスが倒しやすい敵ならそのまま神殿を攻略することにしてる。ガーゴイルは、微妙だけど重装の通りがいいからいける、かな？今回の特殊効果は炎攻撃力上昇だからほぼ意味ないけど当たりというのは全員に継続ダメージの時ね。同時メッセージがあらゆるものを厳かに削り取っているの時。結構ダメージが大きいからかなり攻略速度が上がるわ。グラディウスの襲撃イベントの時のやつとかとは比較にならないぐらいゴリゴリ削れていくからね。逆に外れは神殿はあらゆるものを静かに癒している時ね。全員に HP 継続回復だからこの場合は神殿攻略は諦めるのが賢明でしょう。なんかさっきから当たり前すぎる解説しちゃったわね。まあいっか。でも実際のところこのパーティーで神殿攻略はそこまでいい選択ではなかったかも。神殿攻略のメリットはレジェンド武器の出やすさなんだけど、復讐者で祈祷より強く使えるレジェンド武器なんてほとんどないのよね。その点を考慮できていなかったわ。今度からはやっぱり地下砦攻略の方がいいかな。魔術祈祷主体のパーティーなら。星砕きの体験じゃない。個人的にレジェンドの中でも最強の一角と考えてるラダーン様の獲物。これだったらもうこの武器で R1 連打して体勢崩し狙いましょうか。耐久型の私がアンコモンの重装連打するよりもいいんじゃないかな。2階のボスは鈴田曲がりか。厄介なアズ。近接だと結構巻き込まれやすいのよね。耐久力は万全だけど HP は満タンを維持したい。アースキルの遅かったからフレデリック死んじゃった。もったいな。なかなか攻撃連打させてくれないわね。でもファミリーたちのおかげで全然重装娘たちに兵といかないのは素晴らしい。この速さで体勢崩し。さすが星砕きの体験ね。これで SP も一切消費しないんだから狂ってるわ。味方がいい感じにずらしてアーツ切ってくれるからさっきから常に不死状態。ガンガン攻めていけるわ。でもセバスチャンビームで敵の動きが見えなさすぎるのだけが欠点ね。オラオラ私のラダーンラッシュを止められるものなどいないわ。約束のウートは私のことよ。どっちかというとビジュアルはミケラだけど。2回目の体勢崩し。ナイスー。いやーこんな戦い方深き夜でやったのは初めてかも。最高。このペースなら全攻略いけるかも。ラストは神肌の2人ね。2人とも第2段階での遅延行動が著しいから私の体勢崩しが生きるはず。ひとまずアーツ。ここから R1 連だよ。セバスチャンが荒ぶりまくって敵の動きが全然見えない。あれ味方が水晶乱舞してない？マレニアもいたなんて、もしかしてこれが破壊戦争？エオニアとはここのことだったのね。そして狙い通り体勢崩しでちょうど第2段階の大技を阻止。セバスチャンが常時ビーム出しててうるさいことこの上ないわ。私が言えることではないけど。よしこれでとどめ。ちょうどフレデリックやられたから私もセバスチャン出しときましょう。トリプルセバスチャンがいればそうそう私たちに攻撃は来ないはず。ナイスアーツ。でもここで収縮開始。敵の HP はまだ8割以上もあるけど削りきれるか。トリプルビッグアイレーザーの時間よ。何にも見えません。見えなくてもひたすら R イコス。食らったけど全然削られてないわね。ここ本当に振動？ぴょんぴょんされるとだるいから体勢崩したいけど。ガーちゃんミス。だから見えないっての。でもダウン取った。もらうわ。雨がもう目の前まで来てる。でもいけるわね。アーツもあるし。1ゲージなら適当に R1 連打で救助可能。終わりよ。いやー激しい戦いだったわね。ご視聴感謝。また見てね。マレー剣。味方が取らないなら私がもらうわ。攻撃力限定の剣継ぎ体験のようなバフ武器だから私より味方が持った方が良さそうだけどね。ちょっと雨に飲まれ具合がやばいからここは屋上まで行かずに撤退を選択。でも冷静に考えるとこの判断は間違いだったわね。ここは無理してでも屋上で大ルーンの巨像を手に入れた方が良かったわ。巨像の効果はアーツゲージ自然蓄積速度上昇。最悪雨で死んでロスとしてもレベル1つ分よりははるかに価値ある潜在効果だったわね。おまけで2000マークも追加でいられるしね。反省。次回以降に活かしましょう。西の神殿から最終収縮に向かう際は余裕があれば地下砦の中を通りたいのよね。
北端の境界は言うまでもないけどできればここの成功のかけら確定木箱を漁っておきたいのよ。確実に6つ以上拾えるから非常に有用。詳しい位置とかは以前上げたショート動画で解説してるから知りたい人は見てね。早めに撤退したおかげでここのウーハイの赤狼を狩れそうね。その点は良かったかな。思ったより時間かかったわ。さすがにこいつは星砕き体験より重装を使った方が良かったのかも。あ、瀕死。でもこの剣なら周りのダッシュ R1 になっちゃった。まあいいか救助できたし。にしても HP だけ見るとみんなボロッボロの状態ね。すぐそこで祝福触ってるからまあ聖杯もまだあるとは思うけど。近接攻撃してるのに食らう気が一切しない。やっぱり最強。血の貴族もゴリ押しでいけるっしょ。あ、またダッシュ攻撃出しちゃった。慣れてないからしょうがないよね。連打しすぎてスタミナが足りない。さすがにゴリ押しすぎ。でも実は私のメイン異物の一つに攻撃命中時スタミナ回復がついてるのよね。魔術ストーンには乗らないから普段はほぼ死んでる効果なんだけど、こんなところで役に立つとはね。手でバックスタ取ったけど普通に R1 連打してる方が強かったよね多分。そして夜ボス地の君主。でもやることはまたガーちゃんにすでに敵目出しちゃった。ここら辺が全然まだ体に染みついてないわ。あれ今圧使うの？ニーヒルに置いといた方がエフェクト的に氷結も使ってないわよね。まあ私が圧使うから死ぬことはないし問題ないか。そしてニーヒル。いつも通りアーツで2回分を回避しましょう。味方が近接ならノーズに密着して回復すれば味方ごと回復できるのだけど。考えることはやはり同じだったわね。ピン刺せばよかったわ。とりあえずこっち側にアンチ作りましょう。おお、2発で壊せる。普段重装でも3発必要な時すらあるのに。この剣やっぱ強すぎ。能力補正が全然合ってない私ですらこの火力。ハルモニア異物つけてる筋肉どもが使ったらマジでとんでもないことになるわけね。確か R1 にも戦技攻撃上昇が乗るわよね。使わないせいでそこら辺は全然詳しくないけど。2ゲージでも R12 回で救助完了。強い。よしタゲを取れたわね。地の君主はこっち狙ってくれてる方が戦いやすいわ。特に今回は近接だからいつもより攻撃差し込めるところも多い。そろそろ体勢も崩すんじゃないかな。ほら来た。血縁踏んじゃうけど関係ないわ。いつもの逃げ回ってるだけの私とは違うのよ。見つけるわその技も。ファミリー出してなかったわね。トリプルレーザーをがめなくてちょっともったいない気分。あの狂乱の中に飛び込むのはさすがにちょっとためらっちゃう。2回目の槍で NA 展開ね。この時点ですでに敵の HP は1割以下。素晴らしいペースだわ。削りきれるかもだけど一応槍を壊しておきましょう。遠いし。お、やってくれたようね。良い戦いであった。ゴリ押してるのにこの安定感。ファミリーの数とアーツ騎士のシナジーかしら。さらにアーツゲージ自然蓄積強化も。これで負けたら一生の恥よ。あれこれは新たなる脅威ね。今更マレー体験を手に持ってなかったことに気づいたわ。倒した敵はそんな多くはないけどもったいなさすぎる。術後の騎士と黄金カバのコンビね。新たなる脅威ってこのパターン多くない？夜ボスの中でも相当組みしやすい方が助かるから別にいいんだけど。そういや星砕きの体験はさすがに術後の騎士はひるませられないのね。ダメージレベル、ひるませ性能は普通の特大剣と同じか。その剣は竜王の岩剣のジャンプ R2 には及ばないわけね。あっちも最強の一角だし一長一短といったところかしら。はい、体勢崩し一丁上がり。さすがにもう32倍速。おお、またアーツゲージ自然蓄積強化。3日目はアーツガンガン使っていけるわね。HP 最大時カットアップ 40% と 32% に加えて砲塔立てタリスマンの 30%。どんな攻撃でも一発目は耐えるわね。多少のゴリ押しもできるでしょう。
がゆかん。R11 回でほぼ700ダメージ。こんな武器やっていいの？アーツもさっさと使っちゃおっと。おお、味方は重装で1700ダメージ出してるわ。これならサクッと終わりそうね。スタミナゲージ見てるとやっぱり攻撃命中時スタミナ回復がいってるわね。武器部分だけじゃなくて波動にも適用されてるのが素晴らしい。よし前座は終了。おっとこれは通常ハルモニアね。まあどっちでも問題なし。ターゲットは味方。なら適当に走ってるだけで大丈夫。ファミリーと一緒にボコボコにしていきましょう。セバスチャン、あなたのタゲ取り性能はやっぱ異常ね。召喚した瞬間に敵が吸い寄せられてるわ。叩きつけひるみを取れるからハルモニアにはセバスチャンが一番相性ボス個体？急に来ないでくれる？危な。来るときは事前にターゲットマークつけてよね。アポなし拷問は滞在。嫌だからこっち来るな。ターゲットマークは飾りか？こいつの空中爆発は本当にどこ来るかわからないから注意が必要。ターゲットマークなんて当てにしてはダメよ。ようやく向こうに行ってくれたようね。さっきのはセバスチャンのヘイト力が裏目に出たのかしら。と思ったけどセバスチャンって狙われやすい属性がちゃんとついてるのかな？特にそんな情報はウィキでも見た覚えはないけど、叩きつけとか方向がヘイト取りやすいのはわかるけどさっきみたいに何もしないうちからタゲ取ることもあるのよね。それとも単純に距離が近かっただけかな？有識者求む。セバスチャン以外のファミリーはどっちでも大差ないかな。ヘレンの攻撃でもしっかりひるむし。手数の多いヘレンか攻撃範囲の広いフレデリックか。ってとこね。多分救いの騎手みたいにファミリー召喚したせいでアクティブが増える、なんてことはなさそうだしとりあえず出しておいて損はないわ。あ、知らぬ間に一人に。あれ？勝手に生き返った？アンメイジャ襲撃イベント、なんてなかったわよね。大空洞だし。まあいいわ。私がボスを引きつけておくからその間に救助よろしく。いつもはターゲットされたらほとんど逃げるだけだけど、この武器なら攻撃差し込めるわね。あ、向こう行っちゃった。あれ死んでる味方のところ？ファミリーに救助任せてたっぽいわね。でやられたからこっち帰ってきたのねお帰り。連撃ね、越冬のやり個体だったはず。この攻撃離れるから攻撃チャンスにしにくいわね。後破の時に近づいたらいけるかしら。でもいつもの回避タイミングじゃなくなるのは怖いし。今更ターゲットマーク？で現れるのはそこ、と。本当に信用できないわ、あなたのこと。あれ？その腕回すモーションは雑魚個体召喚してクロス突撃じゃなかった？なんかいつもにまして挙動がよくわからないわね。なかなか救助できなさそうだからアーツ切りに行きたいんだけど。救助始めてくれてるみたいね。こういう時はできる限り救助対象へ近づきたい。救助者にボスのヘイトが移るから引き継げるようにね。ま、今回は間に合わなかったわけだけど。でもこの武器なら3ゲージ救助も余裕。R1 一発で150以上削ってるわね。4回で3ゲージ救助できるのならギーザの車輪に匹敵する救助最適武器？ 1、2ゲージの救助しやすさ考えれば超えてるまであるかも。まさにレジェンドオブレジェンド。遺跡の体験ちゃんも見習って R1 で崩壊剥がせるようになれ。性能据え置きで許されるには豪徳聖剣ぐらい元が強くないとね。さあもう残りはボス個体だけだし消化試合ね。なんか結構時間かかったけどとりあえず2ターン目終了。聖杯もまだ6本あるし何にも問題はないわね。回復用に一応成功のかけら2つだけ持ってたけどこれもいらない。お、ターゲットは私ね。あれボスどこ行った？あ、向こうね。マップ橋だと来る方向大体一緒になるから避けやすいわ。一斉突撃も対応すれよ。まあこういうこともある。あ、やばい。あれ今なんで当たらなかった？どう見ても当たってるけど、なんかそんな潜在とか音調あったっけ？ゴフ。やばいそんなこと考えてる時じゃないわ。ふざけてられるのは HP 満タンの時だけ。さっきの剣は回復してから。あらなんか変な方向に後波飛ばしてるあの人。さっき食らった攻撃。今のもタイミングは怪しかったわね。1避け臭い。意外と地面衝撃波の速度速いのね。学習しないと。
ようやく回復できたからさっきの剣。やっぱり食らってるようにしか見えないけど。でも思い当たる無敵の理由もないし。意外と手元の方は判定スカスカなのかな。有識者コメントよろ。味方が蘇生してくれてるけどなかなかうまくいってないわね。近づければ私が圧切れるけど。まあ圧あるし、余裕だし。ハルモニア戦で味方が倒れた時はすぐ近くに敵がいることをし。だから安全に行くならちょっと待ってから行くのがいいわね。それか全員集合攻撃の隙を狙うか。でも全員集合攻撃の後って雑魚個体は全員元の位置に戻るのかしら？あんまりわかってない。雑魚どもの位置は、あれ意外とこっち側にいるのね。それだったら普通にまっすぐ向かっていけるかな。おっと危ない。あら本当に雑魚個体全くいないじゃない。これなら殴り救助でもいけちゃう？一旦セバスチャン出しておいて。しかもここで全員集合攻撃。これならいけるっしょ。意外とすぐ来た。残りはセバスワホ。しまった集合攻撃よく見てほ。やばい死ぬ。とりあえずなんとかなった。さすがにちょっとだけ、ほんのわずかにプレイングが良くなかったわね。でもよく耐えたものだわ。HP 盛りまくっててよかった。そうよ、耐久型ビルドの有用性を示したかったからだわ。別に避けれたけど、あえてよあえて。賢い視聴者さんなら当然わかってると思うけどね。さてもう敵の HP はミリオブミリ。私が決めるわ。この最強の特大剣、腰砕きの体験でね。イエイ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 。いやー楽しい出撃だったわね。まともに近接武器使ったのなんて随分久しぶりだわ。ありがとう二人とも、またリムベルドで勝利の聖杯ボク。一応反省しておくとアーツは迷ったら切った方がいい。基本だったわね。あと大空洞で初手行動行きたい時はもっとわかりやすいピン刺しね。一旦行動刺した後に霊陽刺すとか。そんなところかな。まあでも最近では一番心躍る出撃だったわ。ではご視聴感謝。まったみってねー。